皆さん、こんばんは。白鳥哲です。4月の25日になりました。トークライブも13回目になります。前回から2週間経ちますけれども、皆さんはいかがお過ごしでしたか？私もね、この2週間いろんな体験してきました。すごい面白い体験してきて、で、中でもね、ちょっと皆さんにぜひね、お伝えしたいなと思うのが、私の映画の中で、世界で初めて波動医学を取り上げたストーンエイジっていう映画があります。で、この映画の中で波動機器 MRA っていうのが登場するんですね。で、この波動機器っていうのは、音を聞き分けて、それを修正することで心身が癒されて、いくっていうことなんですけれども、この波動機器がですね、今どんどん進化していまして、もうストーンエイジの頃のような大きい機械ではなくてですね、こんな小さな機械になってるんですね。数玉令和っていう最新の波動機器です。で、私ね、これを2週間前から使わせていただいてるんですけど、すごい機械で、ちょうどですね、私その頃、すごい結構ね、長いことね、頭痛がしてて、1週間ぐらいピリ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 していたんですね。それで早速、この波動機器で、神経の修正行動をですね、測定して、それで水に転写するっていうことで、飲んでみたんですよ。そしたら、翌日、頭痛がなくなるんですよ。すごい気持ちいい感じになって、すごいなと思いましたね。で、それからね、この2週間いろいろ試してきてまして、これはすごい優れものです。もしね、ご興味がある方がいたらですね、オフィス鉄白鳥のショップ内でですね、これのご紹介してます。ご覧ください。さて、今日は皆様に発表がございます。4月29日から私の監督しました長編7作品、ウェブで一挙に公開いたします。おとといの緊急事態宣言の発布からですね、私たちはさらにですね、行動の制約を受けるようになっています。ですが、お家にいながら、私たちの考え方、行動、そして仕事の仕方、それを持続可能な方向にしていくにはどうすればいいのか。まさしく、その持続可能な方向性の生き方を示した7作品。このチャンスにご覧ください。今までご覧いただいた方も、もう一度ご覧いただくと、今の皆さんの中に響く何かが見つけられます。ぜひですね、このチャンスを逃さないようにしてください。で、この長編7作品は、全部地球蘇生プロジェクトっていうビジョンに沿って作ってきています。地球蘇生プロジェクトっていうのは、この地球上がどのようにすれば持続可能な方向になっていけるのか、その医療のあり方、エネルギーのあり方、経済のあり方、それらすべてをカテゴリー分けしてビジョン化したものです。で、この映画たちをご覧いただくと、これから未来が希望あるものになっていきます。で、その中で、まさにこれからの医療のあり方を示して、映画の中でも最も人気が高いのがこちらです。リーディング。エドガー・ケイシーが残した人類の道筋。この映画はですね、20世紀最大の奇跡の人と呼ばれた
エドガー・ケイシーという方が残したリーディングが題材となった映画です。で、このエドガー・ケイシーが残したですね、リーディングはですね、今のホリスティック医学、その原点にもなっています。さらに、FM ラジオだったり、ニコラ・テスラのフリーエネルギー技術だったり、科学技術の元のアイデアを作っています。他にも歴史やたくさんの情報、14,306件。それらの情報は、なんと、ケイシーさんが催眠中に語られた言葉なんです。寝てる間ですよ。そしてケイシーさんはですね、実際に起きた時に自分が語った言葉が読めなかった。催眠、そして潜在意識。この潜在意識には私たちの無限の可能性があることを示しているんです。で、なぜケイシーさんがこの潜在意識にアクセスできたのか、その最も深い情報層にアクセスできたのか、そのヒントがここにありました。ここはですね、エドガー・ケイシーさんが今から100年以上前にお生まれになった場所です。アメリカのケンタッキー州ホプキンスビルというところなんですけども、私ね、このケイシーさんの生家のところに立った時に気づいたことがあるんです。だからなんだって。ニューヨークとか東京とかではなくて、この田舎町、自然豊かな田舎町だからこそ、鳥の鳴き声や風の音や生き物たちの音を聞き分けて、彼らが何を言ってんのか、感受性を広げることができた。そして内側に意識を向けることができた。まさに、ケイシーさんが潜在意識にアクセスするヒントが生まれた場所にあるんだって気づいたんです。そしてですね、ここにも大きなヒントがありました。ケイシーさんはですね、実はおじいさまが仲良くてですね、おじいさまが目の前で落馬して亡くなるという体験をします。で、それ以降ですね、亡くなったおじいさんと会話し始めたんです。で、その亡くなったおじいさんと会話し始めたこのことをですね、認めた方がいるんです。全部受け入れました。そして全部肯定しました。おばあさまです。これはおじいさまとおばあさまのお墓なんですけれども、実はこの感性を育てるときに大変重要になってくるのは身近な人たちです。その身近な人たちが完全肯定してくれる。その環境がまさしくケイシーさんにあったんだって。そしてですね、ここに大きなヒントがありました。ケイシーさんがなぜ潜在意識にアクセスできたのか、そしてそのフィールドの奥にあるアカシックレコードまで到達できたのか。私はこのヒントをここに見ました。これはですね、ケイシーさんが実際に通っていた小学校をそのまんま復元した場所です。で、この当時のまんま復元された小学校で、地元の歴史家のウィリアムズさん、この方です。この方からこんなお話を聞くんです。エドガー・ケイシーは実は無学で字も読めなかった。字も書けなかった。キャビンという単純な綴りすらも書けなくて、放課後残されて、その小学校の黒板に、永遠キャビン、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 500回以上書かされた。それでも覚えられなくて、あんまり心配したお父様がですね、エドガーを連れ去って、お家の部屋に閉じ込めて、今日はキャビンという字が綴れるまで、お前はこの部屋から一歩も出ちゃいかんと。そしてですね、
ケイシーさんはそこでお父さんの当時厳しかったんですね。監視の下でキャビンという字を綴るんですけども、覚えられない。その度にお父さんから平手打ちです。バンバン。とても厳しい方だったので、ケイシーさんは絶対絶命のピンチになるわけです。絶対絶命の危機意識。私はここでちょっとね、ビビッとくるんです。そしてですね、そのタイミングでケイシーさんはこう言うわけです。お父さん、5分間だけ眠らせて。5分間寝たらちゃんと覚えるから。5分間、5 minutes。私はこの言葉を聞いたときにビビッときたんですね。5分間。そしてですね、約5分近く、ケイシーは教科書を頭に乗せて眠ります。5分後ぐらいにお父様戻ってきます。なんだ、エドが。寝てるのか。エドが起き始めます。うん。覚えたよ。お父さん言ってみて。なんと、キャビンという字が綴れただけではなくて、教科書の一言一句を写真を記憶したかのように記憶していた。写真記憶5分間。私はこの言葉を聞いたときに思い出したことがあるんです。私が監督した映画で、2008年に劇場で公開した魂の教育という映画があります。この映画は、右脳開発児童教育の第一人者、七名誠先生、そして右脳開発をした子供たち、大人たちが描かれた映画です。で、私ね、この映画を撮ってる最中に、あることに出くわすわけです。先生のもとにですね、あるお母様が相談に来ました。先生、私の息子がおねしょが止まらないんです。先生はこういうわけです。ああ、寝てしばらくの5分間に肯定的な肯定場を言ってくださいね。5分間暗示法。そしてそのお母様はその通りに息子さんが寝てしばらくの5分間の間に肯定的な言葉を投げかけます。するとおねしょが止まったっていう逸話があるんです。5分間暗示法。実は寝てしばらくのまどろみの5分間は左脳が休んで右脳に移行して潜在意識にアクセスしやすい脳波になります。ミッドアルファ波、そしてシータ波に近いところになってきます。そうなった時に、私たちの潜在意識にアクセスしてきます。すると、そこで語られた言葉は 100% 受け入れます。そして、行動が変わり始めるんです。まさに、5分間、寝てしばらくのまどろみの時間なんです。そして私はこんなことを思い出しました。実は、この魂の教育を制作中にですね、こんな出来事を目撃します。小さい頃から右脳開発している子供たちはですね、最初に本をですね、速読する訓練をします。1ページ1ページ、目を追っていきます。そして次第にですね、そのスピードが上がってきます。この写真を記憶するかのように記録していく。高速であればあるほどそうなってきます。最終的に、触るだけで読み取ることができるようになるんです。波動速読。当時ですね、6歳の男の子です。ホーキング博士の本。これは大人が読んでも難解な本です。その本をですね、6歳の男の子が、あ、このおじさんね、宇宙がこうなって、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 こうなってるって言ってるね。あ、でもね、このおじさん宇宙がこうなってるってことは言ってないね。なんと、その本に書かれたことを
読み取っただけではなくて、それ以上のことまで読み取っていたんです。波動速読5分間。まさにケイシーさんは5分間暗示法で波動速読をしていたんだってことに気づいたんです。実は1980年代にロジャー・スペリー博士が右脳に関係する研究でノーベル賞を受賞しました。そこで言われてきたのは、脳の中の右側の脳はですね、4つの特色がある。1つ目、高速大量記憶。2つ目、高速自動処理機能。共振共鳴、イメージ。まさに、右側の脳は波動をキャッチします。そして繰り返しそこを鍛えていくことで全脳が活性化されていくんです。ケイシーさんは全脳活性していたんだ。このことを描いた映画、魂の教育、ぜひご覧ください。そして、リーディング。このチャンスにご覧いただきたいと思います。ここで皆様にご報告があります。来週の5月4日、慈愛が最速の地球蘇生へという講演会をさせていただきます。自分を愛すること、実はこの先には地球を蘇らせるヒントが眠っています。今私たちは自分を愛することが求められています。自分の身体を愛すること。そしてその先には地球とつながっている蘇生が眠ってるんです。そのお話を5月4日にさせていただきます。光るランドパークにて開催します。会場に来られない方もですね、これはウェブでもご参加いただけるようになってます。ぜひご参加ください。そしてですね、先ほど冒頭でお話ししました波動というのがなぜ身体に影響を及ぼすのか、そのお話をですね、5月22日に、波動フェスティバルというところでも、私も特別講師という形で参加させていただく予定でおります。こちらもご興味がある方がいたらご参加ください。緊急事態宣言を受けてですね、ご自宅にいることがこれからますます多くなってきました。ですが、これはチャンスです。私たちの生き方、考え方、そして仕事のあり方を変えていくチャンスなんです。これまでのあり方が本当に持続可能な生き方になっていたんだろうか。これまでの仕事の仕方が本当にこの地球が持続可能な方向になるためのものであったのだろうか。それをですね、内省して変えるチャンスなんです。そして、もしそのことに気づいて行動に移したときに、実は今回の出来事がチャンスであったことが気づいていくようになります。どんなことが起きても大丈夫です。すべてはきっとうまくいく。それでは皆様、またお会いしましょう。ごきげんよう。This is his third appearance on this plane.
Before this one, he was a monk. And they're asleep on the couch, he would say, yes, we have the body. And he would describe the person, what was wrong with them, how they could get better. And the communication he gave while asleep on the couch is called readings. You know, with Casey, it's names, dates, body parts, blood type, temperature, and you start saying, well, you know, how could he possibly have done this? で驚くのはエドワード・ケイシーは全く医学情報医学知識ないにもかかわらず催眠状態に入ると正確な医学用語を使う。そしてね、エドワード・ケイシーのもとにやってくる方々というのはほとんどの人が当時の医学で治せなかった方々なんですよ。吉凶はあざなえる縄のごとし。人生の達人は必ず運、ドン、コンの3つを掴んでるんだ。まずは運。一見不幸に見えることは後で必ず幸運をもたらす。だから不運や不幸は喜んで受け入れなさい。そして感謝しなさい。なんかね、景色がね、ものすごく新鮮なんですよ。なんだか全て、自分が生き返ったという思いと、それからそうなると見えてくるものが全部もう本当に新鮮な感じでしょう。それでこの拾った命をこの後は人のために役立ってよというのはね。